助かった。助かったんだ。女は嬉しさのあまり、怪我の痛みも忘れて、急いで船までやってきた。小さな木の船だったが、夫と二人乗るには十分な大きさだった。ところが、船に近づいた女は、その場に座り込んでしまった。船の底に大きな穴が開いていた。その穴から海水が押し寄せては引いていった。彼女の最後の希望も暗い海の中へと消えていった。おーい。食料を探しに行っていた夫が彼女を見つけて走ってきた。ここにいたのか。容体も良くないのに。人食い人種でも現れたらどうすんだよ。妻は何も言わなかった。島を脱出する希望が消えた。細菌に感染した体がいつまで持ちこたえてくれるだろうか。食料もない。もう限界だ。空腹や怪我の痛みよりも未来に対する希望が絶たれてしまったことが彼女には大きなショックだった。夫もそんな彼女の姿にかける言葉も見つからなかった。ただただ切なそうに彼女を見つめていた。罪悪感とでも言うのだろうか。夫は彼女にしてあげられることがなかった。手には何も持っていなかったから。食料探しに失敗したのだ。夫はただ怪我した妻を支えてあげることしかできなかった。夫は船を直してみると、妻に希望を持ってもらえるよう話してみたが、妻は簡単ではないことをよく知っていた。二人は壊れた船を背に、再び洞窟に戻ってきた。人食い人種を避けて動いたため、飲み水も確保できなかった。食料もない。夫は戻ってきたが、状況はさほど変わっていなかった。わずかな希望も絶たれ、二人はこれまで以上に大きな絶望感に襲われた。夫は女の容体を注意深く観察した。傷は明らかに悪化している。治療を受けなければ命を落としてしまうだろう。意識も次第に朦朧としていった。ねえ、もうダメみたい。もし、私が死んだら。女が弱音を吐くと、夫はそんな話は聞きたくないと女の言葉を遮った。夫は薬草や食料をもう一度探してくると、席を立った。心配しないで。きっと帰れるから。女は夫にそばにいてほしいと訴えたが、夫は水だけでも探してくると洞窟の外に出て行った。どのくらい経ったのだろう。かなり長い時間が過ぎたが、夫は戻ってこなかった。まさか、夫の身に何かあったのではないかと、女は心配になったが、これ以上体が動かなかった。ところが、誰かが洞窟に入ってくる音が聞こえた。
夫だろうか。いや、夫ではないようだ。女は違和感がして目を開けた。目を開けた女の前には、人食い人種らが彼女をじーっと見つめていた。女はショックのあまり、その場で気絶してしまった。数日後、女が目を開けると、そこは町の病院だった。女は自分がなぜ病院にいるのか、一部始終を尋ねてみた。医師は無人島に漂流した彼女を周辺の島の原住民が発見し、助けてくれたと言った。そして、残念ですが、女は医師の言葉に涙を流すより他なかった。